時は安土桃山時代、天正10年より始まった織田信長の命による武田討伐は、総大将織田信忠率いる織田軍、徳川家康率いる徳川軍が甲州へ侵攻し、武田信玄の頃より仕える木曽義政や穴山梅雪ら重臣の離反も伴い、当主武田勝頼はまともに攻勢もできず、逃亡先の天目山にて不死ともども自害。侵攻から2ヶ月という速さで武田家は滅亡となった。天下統一の総仕上げに入った信長は、越後の上杉には柴田勝家、森長吉、滝川一正らを、四国の長宗我部には織田信孝を大将、副将に丹羽長秀、八谷頼孝、津田信純を配属する四国遠征軍を、そして毛利攻めを行う羽柴秀吉の援軍には明智光秀、細川藤孝の近畿軍を向かわせると、朝廷対応のため信忠と共に京へ入った。しかし6月の2日早朝、宿舎である京本能寺にて明智光秀の謀反に遭い、信長、信忠共にこの世を去るという大事件が起こる。この知らせは瞬く間に各地に伝わり、地方で戦う織田の重臣らはそれぞれが今後の対応を求められることになった。殿、秀光殿からの早馬で瀬田橋の復旧は明日いっぱいはかかるとのこと。橋を壊した瀬田領主の山岡景宝に戦う姿勢は見られないと。わかった。利光、いろいろ考えたのじゃが、安土に信長様が戻られていないことがわかれば、わしはこの坂本にて自陣しようと思う。殿、それはなりません。織田信長様、信忠様が亡くなられたとわかれば、友の浦の久保様や毛利、上杉や佐竹、表向き織田に従っている北条、ここぞとばかり織田領に攻め込んできましょう。それゆえ、織田家臣団をまとめるためにも、一刻も早く、信勝様か信孝様に当主にお付きいただき、それがしは攻めを取り切腹を。殿、それは浅はかというもの。信勝様、信孝様はどちらが次男なのかで揉めておりますゆえ、必ずや織田家を二分する家督争いになりましょう。そこに近隣の敵対大名が息を吹き返し、再び乱世に逆戻りとなってしまいまする。されど打つ手が見つからないのじゃ。殿、今日より吉田兼見様がお越しですぞ。吉田様がすぐに向かう。これは吉田様、このような時によくそれがしが坂本にいると分かりましたが。いや、今日のものに明智殿が近江へ向かわれたと聞いたゆえ、坂本城に戻られたのではと思いな。さようでございましたか。されどこたびの明智殿がお立ちになった一件、朝廷内ではめでたき限りと多くの者が褒めたたえておるぞよ。めでたき褒めたたえる。そうじゃ、諸悪の根源を明智殿の英断により排除なさった。わしは何もやっておらぬ。何者かに陥れられたのじゃ。そのようなことを申されても、今日で暴れる明智兵をみんな見ております。誰も信じる者はおりませぬぞ。まあ、何を申しても無駄であろうな。さて、明智殿に会いに来たは他でもない。帝のおわす今日が戦果とならぬよう、明智殿に努めてもらいたいのじゃ。そなたに特別な感触を与える許しも得ておる。特別な感触。望みであらば征一体将軍でもよいぞ。本能寺や二丁御所での一件は今朝方のこと。なぜに将軍の話まで出ておるのだ。それはそもそも帝は織田家の者に与える流れとなっておったゆえな。わしはもともと足利の家臣でもあった身。友におわす久保様から将軍職を取り上げるような真似はできませぬ。明智殿の心意気は分かった。されど今日や機内を守ることができるのは明智殿を置いて他におるまい。ここは明智殿が信長公の代わりとなり機内を治めるべきじゃと思う。これはわしの一存ではないぞ。朝廷内での申し事じゃ。わしは信長様に代わり天下を治めるか。殿、拙者も今はその道しかないかと存じます。そうか。して吉田様、わしは何をすればよい。まずは銀子を1000枚は用意なされよ。それをもって上洛し朝廷や京都御三などに献上すれば明智殿の思うがままの地位が得られましょう。銀子1000枚か。安土城は宝の山じゃ。そこを抑えれば1000枚なんぞたやすかろう。殿、この絵図にてまずは安土城、そのまま北上し琵琶湖沿いにある丹羽長秀の沢山城、羽柴秀吉の長浜城、ここらを制圧できれば近江が支配できますぞ。
人質が取れたなら、交渉も有利に運べましょう。人質とは、利光、頭が回るの。よし、秀光に妊婦を雇ってでも、急ぎ、橋の復旧をするように伝えてまいれ。はは。では、吉田様、7日後までには上洛しまするゆえ、苦行の皆々様によろしくお伝えくだされ。うむうむ。今日で待っておるぞよ。朝廷の後ろ盾を得ることは、織田家に代わり明智家が帝を守る受けとなることを意味していた。そのためにも、まずは近江を支配し、織田重臣らに対抗する動きを始めた。一方、織田家臣の中で、本能寺の変の一報を一番最初に知ったのは、摂津の住吉にいた四国遠征軍総大将、織田信孝と丹羽長秀であった。丹羽殿、父と兄が、信孝様、落ち着きなさいませ。信長様と信忠様がいかがしたのじゃ。明智光秀が謀反を起こし、今日にて父と兄を襲った。なんとして二人は、父は燃える本能寺で灰に、兄は二条御所で自害だと。とんでもないことになった。わしはどうすればよい。信孝様はそんなん、急ぎ明智討伐をしに向かうべきでござる。あの戦上手な明智殿に戦えと申すか。安心なされよ。我らには、四国遠征に向かう15000もの兵が大阪に集結しておる。大変です。今日での事変を聞いた大阪城の兵が次々と脱走しております。脱走だと。なぜじゃ。兵の多くは、伊勢や伊賀から強引に集めた傭兵じゃったな。されど、大阪城には、連獅衆の津田信純がおるのに、何故脱走を止められぬ。そういえば、信純様は、明智光秀の娘を正室に迎えておる。もしや、信純も明智と通じておるのか。用意周到で知られた明智光秀じゃ。急がねば、我らの命も危ういですぞ。急ぐとは。急ぎ大阪城に向かい、信純様を討つのです。でなければ、我らが孤立してしまいまする。わかった。大阪へ向かうぞ。明智光秀に一番近い位置にいたはずの、信長三男織田信孝、そして宿老丹羽長秀であったが、急ぎ徴収した寄せ集めの傭兵であったため、信長押しの知らせを聞くや、1万以上の兵が脱走してしまった。残る4000ほどの手勢は、大阪城に詰める津田信純を謀反容疑で討ち取るも、明智光秀と戦うまでの行動に移せない状況となっていた。一方、堺見物を終え、京へ戻る最中の徳川家康は、河内の国の飯盛山で本能寺の変を知るのだった。平八郎様、申し訳ござりませぬが、席を譲ってもらえないでしょうか。殿の右は、それがしの席にござる。これは、昔から変わらぬ席ゆえ、譲ることはできぬ。そこを、なんとか。殿の左側でよかろうに。拙者、右利きにござれば、殿をお守りするに、不都合にございます。それがしも右利きじゃ。うるさい。ゆっくり休めんではないか。家康様、大ごとにございます。誰じゃ。おう、今日でお会いした茶屋の次郎三郎。いや五郎。いや、茶屋四郎次郎でございます。次郎四郎殿ですな。四郎次郎でございます。直政、話が進まん。下がっておれ。は。して、茶屋殿、大事とは何じゃ。今朝方、今日の本能寺にて、信長様が何者かに襲撃され、燃える本能寺にて自害したとのこと。信長様が、誰に襲われたのじゃ。明智様の旗を持つ部隊であったと。明智光秀殿が、ご謀反。おそらくは。殿、我らは30人もおりませぬ。間違っても、京に向かうなどとは申してはなりませぬぞ。されど、ご恩ある信長様の仇を討たねばなるまい。明智殿が謀反されたのです。軽装の我らが京に向かったとて、今日は愚か山城に入ることすらできまい。ここは、別の道にて、三河、遠江に戻り、軍備を整え、明智討伐へ向かうが上策。ならば、どの織田家臣らよりも、京に一番近い地におるわしに、逃げよと申すのか。さよ逃げましょう。逃げるの兵法。逃げるのです。わかった。して、どの道で逃げるのだ。今いる飯盛山から京に向かう道は使えない。かといって、東の大和へ向かえば、明智頼木の筒井順慶が攻めてくるやもしれぬ。堺まで出て船で行こうものなら、海賊船に襲われてよしじゃ。藤戸原の山口城に山口秀康殿がおりまする。信長様にも可愛がられ、殿とも面識がございます。山口城がここにございまするが、そこから北の近江は危険ゆえ、東の伊賀へ入り、おとぎ峠を越え、告げ、
そして伊勢の関に抜ける。伊勢は織田領ゆえ、明智兵もここまでは手を回せまい。榊原殿。されど、伊賀の地は、織田を恨む者が多くございまする。敵は明智兵だけではござらぬぞ。落ち武者狩りや忍び衆もおる。穴山殿、安心なされよ。当家には、伊賀の忍び、半蔵がおる。そうじゃった。半蔵は伊賀の忍びであったな。半蔵、おるか。ここに、伊賀越えの道案内と、道中の身辺警護を頼みたい。かなり危険な山道となりまするが、構わぬ。急流を飛び越えることもありますが、構わぬ。夜は、毒虫や獣に襲われることも。くどい。構わぬ。では、手配してまいります。頼むぞ。皆の者、時がない。とっととここを立つぞ。家康様、この黄金をお持ちください。道中、何らかの役に立ちましょう。おお、これは助かるぞ。このご恩、一生忘れぬからな。こうして本能寺の変をその日のうちに知った徳川家康は、明智軍の追っ手が向かってこないと思われる道を選び、道なき道を進む伊賀越えを決行し、伊賀忍者の協力も得て、4日後には三河の地に入ることができたのだった。日が変わった6月の3日、坂本城で今後の対策を練る明智光秀は、殿、本日中には、瀬田の橋が復旧するとの知らせが入りました。ものすごい書状の数。瀬田橋の件、承知した。今わしができることは、書状を配り、少しでも多くの味方を募ることじゃでな。援護、ちょうど良いところに来た。もしや、適任の使者を見繕い、書状を届けさせてくれ。これが、郡山城の筒井純慶宛て。これは、丹後、田辺城の細川藤孝宛て。こっちは、摂津、高槻城の高山右近宛て。茨城城の中川清秀宛て。これは、重要な毛利輝元宛てじゃが、備中におる吉川元春殿に届けさせよ。上杉景勝宛てのもあるが、これは、直江兼次殿に届けよ。他にも、北条氏政宛て、真田正幸宛て、長宗我部元親宛て。重要な久保様のもあった。こんなにも敵方にまで送っては。わしは、信長様を討ったことになっておる。もはや、お高臣にとって、わしは仇なのじゃ。されど、逆に捉えれば、織田の敵は、わしの味方にもなりうる。なるほど。わしが畿内を制圧するまでは、何としても、織田重臣に上洛を許してはならぬ。上杉、毛利、北条、佐竹、長宗我部が、織田の重臣と戦う間は、京に兵を向けることができぬであろうて、その間に朝廷を動かし、京から畿内を固める。その前の、近江というわけですな。明日より安土城へ向かうぞ。伝後は、書状を送り終えたら、出陣の支度に入ってくれ。明智光秀は、細川藤孝、筒井純慶、高山右近ら与力衆に合力を依頼する書状を送りつつ、織田の敵国でもあった上杉や毛利といった大名へも書状を出し、織田重臣の動きを阻む策にも出た。その光秀が危惧する織田重臣の一人、羽柴秀吉は、備中高松城を水攻めする最中に本能寺の変を知ることになった。正則、遅いぞ。もう、清正隊は、播磨へ向かっておるのだぞ。うるせえな。急に陣払いって言われても、いろいろと困るぞ。何に困るというのだ？もしや、村人の女子と離れたくないとかじゃなかろうな。バカを申すな。知っておるのだぞ。夜な夜な陣を抜けて、村に遊びに行っていることをな。遊びではない。本気だ。口喧嘩している場合か。急ぎ、撤退の支度を済ませよ。三成は、すぐにも姫路へ向かい、播磨や摂津の城主に使者を使わせ、正則、そなたはしんがりを頼む。山内隊、八須賀平と共に、最後に摂津へ向かうのじゃ。しんがり、お任せあれ。秀長殿、高松城主、清水宗春らの切腹を確認した毛利側の撤退が始まった。おそらく、最後まで小早川高影隊は残るであろうで、こちらの手はず通りに、承知しておりますぞ。しかし、いつ信長様の死が毛利側に伝わるかが気がかりじゃ。密かに、暗黒自衛隊、小早川高影には手を打っておりますゆえ、我らを追撃することはありますまい。さすがは官兵衛殿じゃ。されど、毛利が全て撤退するには、まだ数日はかかろう。兄上の本隊も、早くて、明日か明後日からの陣払いとなる。畿内までの行程に狂いが出るのでは、なんとか姫路までの行軍で調整したいと思っておる。ここから、姫路までは、およそ20里。西国街道の整備は済んでいたとしても、この国境になる船坂峠を抜けるまでは、長蛇の行軍となる。すでに、
昨晩だった生駒、津田、加藤ら先発隊は、今頃沼城に着いた頃であろうが、その先発隊が、遅くとも、2日後の6日までには姫路に入らねば、明智討伐に遅れを取りましょう。やはり、明智様を討つのですが、我らが討たなければ、柴田様や丹羽様が討ちましょう。誰も討たなければ、明智の天下となりましょうから。そうなれば、羽柴は、それに従う大名という選択肢も織田家に謀反した者の参加にじゃと。それこそ天下の笑い者じゃ。おっしゃる通り。明智様が、誠に謀反人に仕立て上げられたのだとすれば、賛同する大名衆を囲い込むこと。そして、朝廷や機内をまとめるのに、早くて数ヶ月はかかりましょう。撃つなら、そこまでに産む。やはり、丹羽様が明智討伐というのが有力であろうが、産む。そう考えられよう。柴田勝家様は、この越中、魚津城で上杉と交戦中。滝川一益様は、関東官邸として、上野の支配を始めたばかり。上杉、佐竹、北条に囲まれてもおる。徳川家康様は、わずかな友回りを連れ、堺見物をしている頃ゆえ、すぐに軍は動かせまい。となれば、四国遠征に向かう2万ほどの織田信孝様、丹羽長秀様が、明智討伐に最も有力な討伐軍となりまする。あとは、畿内周辺大名の動きか。大和の筒井淳慶殿、摂津の高山右近や池田恒興殿、丹後の細川藤孝様あたりは、明智側につくであろうか。確かに、明智より奇襲として、これまでの恩は感じておろうが、それ以上に信長様への恩を感じておる者ばかり。謀反者に首することで、家の名を汚すことを避ける大名は多いでしょうから、しばらくは様子見をし、情勢を見て動くことになろうかと。なるほどの。ところで、兄上を見かけませんが、間もなく戻られる頃かと。おう、秀長、勘兵衛、守備よく進んでおるか。兄上、さては、村の女子のところに。ああ、急に備中を離れることになったで、別れを告げておかねば。女子に、うつつを抜かしておる場合ですか。すまぬ。備中の国の高松城を水攻めしている最中に、本能寺の変を知った羽柴秀吉は、軍師黒田官兵衛の起点により、毛利と和睦交渉を成立させ、軍を反転し、畿内へ向け進軍を開始した。俗に言う中国大返しである。2万もの羽柴軍は、先発隊、本隊、しんがり隊と大きく3部隊に分け、順次畿内へ向け陣を進めた。日が変わった6月の5日、越中の国、魚津城で戦後処理を行う柴田勝家にも、本能寺の変の知らせが届く。親父様、何をぼーっとされているのです。いよいよ、次は越後じゃ。上杉の巣窟ゆえ、今まで以上に苦しい戦が待っておろうでの。もしや、またも、お市様に会いたい病が発症したのではありませんな。だわけ。そんなことを考えてはおらぬぞ。ならば良いのですが、信濃からは森長義隊、上野からは滝川一益様の沼田衆が越後侵攻を始めてもおります。我らも先を急がねばなりませぬ。わかっておる。親父様、大変にございます。もしや、お市様に何かあったのか。お市様ではございません。兄、信長様の方にございます。上様が、いかがしたのじゃ。信長様は、本能寺、当主、信忠様は二条御所にて、明智光秀隊に襲撃され、自陣されたとのこと。またざれ言が過ぎるぞ。生真面目で、忠義者の明智殿が襲撃なぞ、するはずなかろう。安土、前田屋敷による信用できる者が申しておりますゆえ、誠のことにございます。信長様、誠に亡くなられたのか。もう会えぬのか。で、あるか、抱きけぬのか。泣いてばかりもおられませぬ。そうじゃな。して、我らはどうなる。このことは、間もなく上杉方にも知られることになりましょう。当家の士気が下がったところを狙ってもきましょうから、一刻も早く、逆賊、明智光秀を討ち、織田家の新たな当主を定めねば。わしが明智を討てと。織田家筆頭は、親父様です。越中は、我らで守りますゆえ、急ぎ、越前、北の省へお戻りください。そうじゃな。筆頭武将のわしが、敵を討たねばならぬな。すぐにも北の省へ向かう。越中のことは任せたぞ。こうして柴田勝家もまた、明智討伐に向け動き出した。それから2日後の6月の7日、備中から畿内へ向け大返しを決行する羽柴秀吉は、約2日間で90キロの道のりを進軍し、播磨の姫路城に入った。殿、しんがり隊以外の将が皆入られました。
皆の者、二十里の道のりを見事に行軍した大義であるぞ。されど、機内までは、これまで以上の道のりともなる。逆賊を討つまでは終わらぬゆえ、気を抜かず、わしに従ってくれい。やはり、逆賊とは明智光秀様でしょうか。まこと信じがたいが、信長様、信忠様を知り寄り合ったのは、明智殿とのことじゃ。まだ、織田の、どの将も仇討ちは、なせておらぬとのこと。我ら羽柴軍が、明智討伐をなせれば、その後の織田家内での。先のことを考えて動いたのでは、命を懸けた戦はできぬぞ。いや、秀吉様。皆にも、明智討伐後の先の世を伝えておかねばなりますまい。ここに揃う面々は、皆、秀吉様の出世を夢見て従う者ばかり。その心意気を拾わねば、半兵衛様もあの世で泣かれてしまいまする。半兵衛の名を出されては困るが。皆の期待に応えるためにも、まずは明智を我らが討ち、織田家中で最高の地位を得る。そして、お市様を側室にし。それは言わぬでよろしい。そうじゃった。わしが織田家宿老になれば、みんなの稚業も増やすことができ、戦の内容を作ることもできるぞ。よし、勘兵衛。これからの行軍を皆に伝えてくれ。こちらの絵図にて。佐助の知らせでは、明智光秀は今、安土城とのこと。おそらく、近江の制圧から進めておるのでしょう。長浜城の母や姉様は、佐渡の尾張へ逃げたとのことじゃ。人質にされたらどうなるかと。案としました。次に、我々の行軍はこうなります。明日、夕刻より、先発隊が明石に向かい、姫路を立つ。半日後に、秀吉様の本隊、その半日後に交尾隊じゃ。陣営地は、明石、兵庫、尼崎、富田とし、最後は今日。明智軍の動きにもよりまするが、おそらく上洛を阻止しに動くであろうで、摂津あたりが決戦地になるであろう。岩様の動きはどうなっておる？織田信孝様が総大将を務める2万もの四国遠征軍ですが、どうも伊勢や伊賀の寄せ集めであったようで、謀反の知らせで多くの兵が逃げ去ってしまったとのこと。丹羽様や八谷様の部隊と合わせても4000程度しか残っていないゆえ、我らに合流したいとも思っておりましょう。岩様が動けないのは救いと言うべきなのか？はい、秀吉様にご不運が終わりなのだと存じます。そう申すな。して、細川や筒井はどうじゃ？細川藤孝様、筒井重慶様には、明智方に国することの無意味さを説き、さらには、秀吉様が織田家を掌握した時は、良きに計らうことも記した書状を届けておりますゆえ、どちらも動かないかと。それでよい。あとは、道中の、摂津、黒人囚者だ。兵庫城の池田恒興様からは、修行寝床に使ってくだされと申されております。念のため、淡路にいる戦国秀久の部隊を、先に兵庫へ向かわせてもおります。問題は、山城に近い茨城城の中川清秀、高槻城の高山右近。ここらが明智方に疲れると厄介にございますが。伊勢の所長を送ってでも明智方につかぬようにするか。こちらの兵士を多く伝え、落とすと。いや、こちらの数は知っておろうで多少持ったところで効果はあるまい。それよりももっと簡単な偽りじゃ。信長様は逃げ延びたと伝えればよい。なるほど。信長様の亡骸が見つかっていないことを逆手に使うと。摂津州が肩になるかならないかで大きく戦局は変わる。官兵衛頼むぞ。それがしが書くので。そうじゃ。官兵衛の文才にかかっておるぞ。よし、今宵は宴といたす。城内の酒はすべて飲み干してよいぞ。三成。城内にある銭をすべて皆に配ってまいれ。すべてですか？ここに残しておいても仕方あるまい。こうして姫路城にて情勢を確認した羽柴秀吉は明智討伐までの策を決めた。その頃安土城にいた明智光秀は近江領の制圧を済ませると明智秀光に留守居を任せ、朝廷を味方にするべく京に向け進軍を開始した。明智殿、献金の効果がありましたな。帝もご安心なされた様子。あとは、被害や堺を統治されれば、太政大臣の座も見えてこよう。明智殿、今日での一件、大義、いや、大変にございましたの。これは関白、一条様、朝廷や帝へのもろもろのご配慮、誠感謝申し上げまする。なんの。これからは、明智殿が天下を治める武家の頭。朝廷は、そなたの味方じゃ。
しかと務めてまいるのじゃぞ。はは。されど、中国による羽柴軍が機内に向かっておるとの知らせも入りました。小高信との戦いは避けられませぬゆえ。ああ、羽柴秀吉、と申したかのう。あの口数の多い耳障りな声の。はい。羽柴軍は2万はおりましょうゆえ。こちらも、近江や丹波より兵を集めておりまするが、やはり裏切り者に加担する者が多くなく、苦戦しておりまする。長引くようなら、帝より、停戦の直進を出すゆえ、遠慮のよう頼るのじゃぞ。ありがたきお言葉。では、次がありますゆえ。ご武運を祈りまするぞ。ほほほ。殿、いかがでございました？朝廷内では、何もかもがうまく運びすぎておる。献金の効果であろうと申しておったが、どうも、信長様、信孝様襲撃の一件に朝廷が絡んでいると思われる。仮にそうであったとしても。ああ、言っても始まらぬでな。して、新たな合力大名の知らせはあるか？美濃に蟄居していた安藤森成殿が、我らに加担し立ち上がられたが、稲葉一徹隊に攻められ自陣したとのよし。それは、良い知らせではないな。他にはないか？丹後の細川様、摂津の高山様、池田様など、与力大名からの返答は入っておりませぬ。筒井殿はどうじゃ？そうじゃ、筒井殿は、国衆を説得しておるゆえ、待ってほしいとのこと。筒井殿が味方となれば、こちらも2万は超える。間もなく今日に入る、松田正親、並川康家率いる丹波衆。あとは、摂津の高山右近殿、中川清秀殿が加われば、なんとかなろうか。して、羽柴軍はどこまで来ておる？数日前、姫路に入ったと。何？数日前に姫路とな。恐るべき迅速行軍。さすがは羽柴秀吉だな。筒井様には、何としても合力いただかねばなりませんが。そうじゃな。伝吾はおるか？ここに。この足で、郡山城におられる筒井淳慶殿に、急ぎ、兵をお出しになるよう申し上げてほしい。わしは、そうじゃな。この洞が峠で待つとする。一刻も早く向かってくれ。では、行ってまいります。よし、我らは、全軍、淀城に向かう。その後、洞が峠へ向かうとする。明智光秀は、猛スピードで機内に向かう羽柴秀吉の情報を知ると、臨戦態勢を取る動きに出た。一方、織田重臣の中で一番最後に本能寺の変を知ったのが、上野の地にいた滝川一益であった。父上、信長様と信孝様が今日で亡くなったと聞きましたが。数々、大声で話すでない。すみませぬ。されど、我々はこれからどうすれば。あの明智殿が謀反を起こしたとのことじゃ。故に、機内のことは万事抜かりなかろう。父上は仇討ちに動かないのですか？今すぐにも向かいたいのは山々じゃが、小付の統治はまだ終わっておらぬ。それに、信濃や木曽の山を越えての進軍じゃ。時がかかりすぎる。とはいえ、上杉や北条が信長様の死を知れば小付に攻め込んでくるやもしれません。北の上杉はともかく、南の北条はいずれ動いてこよう。そういえば、明後日は長勝寺にて、門を開く予定じゃったが、そこに北条氏政も。そうでしたが、北条兄弟や重臣も多く参加されるとのよし。いっそのこと、そこで討ち取ってしまえば。それはならぬ。表向き、織田と北条は友好な間柄。信長様の死を知らず、無防備なものを手にかけるのが、信氏以下の所業ぞ。されど、信長様の死を知っていたとするなら。それは、能の席に参った北条方を見ればわかるというもの。万が一のこともあります。増重殿の部隊も長勝寺そばに詰めさせておきまする。そこは任せる。良きに計らっておくのじゃ。上野の国の統治を始めたばかりの滝川一益は、関東管領という役職、そして上杉、佐竹、北条といった周辺の大名との駆け引きもあり、仇討ちに動けないでいた。一方、越前北の省に帰還していた織田北陸軍の柴田勝家は、明智討伐軍の準備を進めつつも、各地から入る情報の多さに動けずにいた。権六殿、まだ動かぬのですか？見よ、この所長の山を。明智光秀がすでに機内を抑えた。信長様が生きている。猿が全速力で機内に引き返しておる。中には、わしが明智と通じておるとまで書かれた偽書状まで飛び交っておる。惑わされてはなりませぬ。明智は今、近江の安土城にいるとの知らせが入っております。ここから安土へなら数日とかからぬ。じゃが、この書状には安土城に10万もの兵を集めたとか、
徳川家康が明智に味方した、などとも。惑わされてはなりませぬ。信長様が声をかけても5万集めるのに半月はかかるのじゃ。たった数日で10万も集まるわけがなかろう。今は一刻も早く明智を討たねば、織田家の存続が危うくもなりますぞ。わかっておるが、蔵之介山田は越中に残してきた。ここには士気の低い兵が1万そこらじゃ。まともな戦にならぬぞ。その士気を上げるのが大将である権六殿の務めでござろう。簡単に申すな。柴田様、大変です。いかがした？上杉が動き出しました。もう知られたのか？そのようです。攻め寄せた上杉軍にローズ城が奪われ、さっさなりまさ様が上杉の侵攻を防いでおりますが、勢いに乗る上杉軍に押されております。まずは上杉を沈めておかねば、明智と向き合うこともできぬか。わしが近江を見張っておるゆえ、権六殿は越中の援軍に向かってくだされ。長近、任せたぞ。織田信長の死を知った上杉海勝、直江兼続の動きは早かった。西の越中、南の信濃へ同時に侵攻を開始したのだ。柴田勝家は、まずは越中の上杉を抑えておかなければ、仇討ちどころではないと判断し、再び越中へ向け出陣した。ちょうどその頃、明智光秀は、洞ヶ峠にて、筒井順家率いる大和衆の到着を待っていた。その筒井順家を説得するべく、藤田伝吾は大和郡山城に入った。明智家のものであるな。はい。藤田伝吾と申します。主、明智光秀は、国境の洞ヶ峠にて、筒井様のお越しを待っておりまする。この度の一件、重臣の間でも意見が割れておるのじゃ。存じておろうが、大和という国は、守護の力は強くない。わしが声を上げたところで一丸とはならぬのじゃ。ですが、光秀は窮地に陥っておりまする。間もなく、中国から、羽柴秀吉の部隊が畿内に入ります。大きな戦になるは必定。筒井様率いる大和衆の合力なくして勝ちはございませぬ。何とぞ。わしとて、明智様には世話になった身。体一つで援軍に向かいたいところでもあるが、それをしたとて、何の足しにもならぬでのう。今、少し時が必要じゃ。すまぬ、今日のところは。今、ここでお答えをいただきたく。純慶様、時が参りました。左近、すぐ参ると伝えてくれ。は。藤田殿と申したな。すまぬが、用があるゆえ、これにて。筒井様。殿、ただいま戻りました。その顔からするに、援軍は叶わずか、面目ございませぬ。摂津の国衆も、返答は鈍い。どれも思案に立つとばかりで動こうとせぬじゃ。羽柴軍は間もなく兵庫あたりであろうか。ここにいても仕方あるまい。全軍、淀城に引き上げるとする。日和見純家とも呼ばれることとなった筒井純家の動かぬ態度に、時のない明智光秀は諦めざるを得なかった。一方、明智光秀の盟友、細川藤孝、嫡男忠興は、羽柴秀吉の援軍として備中へ向かう道中で本能寺の変を知った。急ぎ軍を反転させた藤孝、忠興親子は、6月の10日に居城丹後田辺城へ戻った。なぜに、父と慕っていた明智光秀様が謀反を起こしてしまわれたのじゃ、忠興。これは、嫡男であるそなたにだけ申すことじゃが。明智殿は罠にはめられた。明智様が罠にはめられた。声が大きい。すみませぬ。して、どこぞの者が、おそらく悪行らの仕業。公家が信長様を声が大きいと申しておろうが、父上がとんでもないことを申されるゆえ、まあ、落ち着け。今日の公家屋敷にて、蹴鞠をしているとき、部屋の奥で、明智の旗差しを作れる者はおらぬか、と話す声を聞いたのじゃ。その時は、明智殿が今日で必要な旗を頼んでおるのであろうと、不思議には思わなんだが、今回の一件、桔梗門の旗差しをつけた者の犯行と聞いて察した。であらば、明智様の無実を我らが晴らさねば、幾度と明智殿からも書状はいただいておる。合力してほしいとな、早速にも向かいましょうぞ。だから落ち着くのじゃ。まあ、座っておりまする。そうか。忠興、よく聞け。今ここで、わしは、そなたに細川家の家督を譲る。そして、出家自由斎と名を変え、信長様、信忠様を弔い、喪に服すこととする。なんと、一瞬で剃髪するとは。つまり、明智様を見捨てると、心苦しいが、逆賊に味方することはできぬ。今はこうするほかない。そなたは、今より当主じゃ。
明智殿にお味方したいのであれば、わしに構わず向かうがよかろう。それはできませぬ。ならば、そなたも喪に服すべきじゃ。そして、時が過ぎるのを待ち、情勢を見て、進むべき道を選べばよい。わかりました。問題は、そなたの性質が明智殿の娘、玉殿ということじゃが、世の習いに従い、離縁がよかろう。嫌でございます。ならば自陣か話になりませぬ。ならば、幽閉じゃ。これが最後ぞ。幽閉。いずこに、丹後の山奥の、水戸のあたりでよかろう。水戸のならば、家臣にも示しがつこう。承知いたしました。こうして明智光秀は、期待していた筒井淳慶、細川藤孝といった有力与力大名を味方にすることができなかった。その頃、中国大返しを続ける羽柴秀吉は、兵庫城で池田恒興隊と合流すると、今日まで残り50キロの地である尼崎で陣営を立てた。筑前殿、しかし見事な大返しじゃ。なんの、まだ道半ばですぞ。明智討伐がなせるまでは止まってはならぬ。さすが、大軍勢を率いる長だけあって、申す言葉も違うのう。しかし、常興殿、わしに味方いただき感謝しておりまする。常興殿のおかげで、摂津の街道新聞も早まりそうじゃ。わしは、信長様に幾度と救っていただいた身じゃ。その信長様を殺めた明智光秀を討つとなれば、塗らぬ理由が見つからぬじゃ。かたじけない。秀吉様、朗報ですぞ。懸念していた茨城城の中川清秀、高槻城の高山右近ですが、我らに合流するとのよしにございまする。よし、これで明日には山城の国の手前まで陣が進められよう。いかにもですが、播磨州に摂津州も加わり、こちらは3万もの大軍勢となりまするぞ。明智方の動きは掴んでおるか。昨日、淀城に入ったとのことです。筒井淳慶様は兵を挙げることはしないとの知らせが入っており、その他、有力大名の加勢も聞こえておりませぬゆえ、近江、山城、丹波の兵を合わせても1万5千ほどではないかと。兵数では有利じゃな。そうじゃ、大事なことを伝え忘れておった。常興殿、申してくだされ。この大阪の地で、織田信孝様、丹羽長秀様が兵4000を従え、筑前殿の迎えを待っているようじゃ。聞かなかったことにする。信孝様は信長様の三男、丹羽様は織田家の宿老じゃぞ。良いのか。構わぬ。官兵衛、決戦地はどこになりそうか。はは。我らは、明日、西国街道を東に進み、この富田まで進軍となりまする。高槻城の高山様が我らに組みしたことで、明智軍は、この淀川と山に挟まれた街道の狭い山崎の地より西には進行してくることはないでしょう。よって、この山崎を挟んでの睨み合いとなるが濃厚であろうかと。山崎の地は確かに狭い。3万もの兵を生かすには不利な地にございますが、はい、それゆえ、数の少ない明智軍は、この山崎の地を決戦地に選ぶでしょう。山崎の北側の山は何というのじゃ。天王山じゃ。天の王の山か、すごいなじゃの。その天王山を先に奪ってしまうならどうじゃ。さすれば、この遠慮内川より南へは入ってこられまい。秀吉様、それは、良き策にございます。されどはね上、大軍で向かえば敵に悟られてもしまいまするぞ。旗だけであり、敵側から見える箇所に羽柴の旗をいくつも立てれば、こちらの数を知る敵は、うかつに遠慮内川を渡るまい。なるほど。夜のうちに山を登り、旗を立ててしまえばよいか。この地をよく知る高山右近殿に頼むがよかろうか。ならば、進軍の疲れが少ないわしの騎馬隊を使ってくだされ。1000本は楽に運べましょうぞ。おう、助かるぞ。よし、三成、旗差しに使うものでよい。旗を急ぎ用意せよ。当家の旗でございますが、ただいま、尼崎まで運んでおります旗は。五三切り旗が6500、京丹旗が2300、面高旗が1500、木工旗が4250、あと筑前三条旗が720。いちいち細かい。五三切り旗を1000でよい。すぐに用意いたします。官兵衛、権六隊や滝川隊の動きはつかめておるか。柴田様の北陸軍は、上杉の越中侵攻を受け、その対応でこちらには向かえぬであろうかと。神付の滝川様の動きは入っておりませぬが、おそらく北条や上杉との睨み合いですぐには動けないかと。よし、邪魔者はおらぬぞ。あとは明智光秀に勝つ。ただそれだけじゃ。その頃、明智光秀は
家臣に淀城の改修を指示すると、淀川を渡り、昇龍寺城に本隊を移し、橋場対策の軍議を開いた。明智様、丹波州2000、ただいま到着いたしましたぞ。おお、松田殿、よう駆けつけてくれた。光秀、礼を申す。丹波の者は皆、明智様に感謝しております。そのご恩に報いぬのは、まさにこの時であると。戦働き、期待しておるぞ。はは。殿、橋場本隊が尼崎に入ったとのよし。皆の者、いよいよ橋場秀吉との決戦の日が迫ってきた。敵は3万の大軍じゃが臆することはない。わしはこの山崎の地を決戦の地と考えておる。ここであらば川と山に挟まれた西国街道周辺での局地戦に持っていける。数で劣る我らにも十分勝機はあるぞ。して斎藤利光、伊勢貞興、柴田勝忠率いる別動隊3000はこの天王山に進軍し、頃合いを見て橋場軍の側面を奇襲してもらいたい。敵はまだ10里先の尼崎じゃ。明日の動きを見て出陣の下地をいたす。それまでは皆で昇龍寺城の修繕を頼む。武具の手入れも怠るでないぞ。両軍ともに決戦地を山崎周辺に定め策を練った。そして決戦の鍵となるのが山崎の北にそびえる天王山。まさにこの天王山を先に制した側が勝利を収めた戦いであったことから、運命の分かれ目となる戦いのことを天王山と呼ばれる語源にもなったのです。日が変わった6月の12日、引き続き進軍する橋場軍はいよいよ最後の陣営地となる富田に入った。橋場筑前、大阪で待っておったのに、一向に迎えが来ぬでこちらから参ってやったぞ。これは信孝様、大阪におられたのですか。てっきり尾張の大高に戻られたのかと聞き間違いでしたな。秀吉殿、そんな聞き間違いが通用するわけなかろう。明智討伐の手柄を独り占めする気であったのではないか。何をおっしゃいます。信長様、信忠様の仇討ちに信孝様が加わっていただけるのでしたら、兵の士気も桁違いに上がりますゆえ、それを用いぬわけがございません。誠であろうの。無論にございます。ところで、兵はいかほどここに向かっておられまするか。確か四国遠征軍は1万5,000とも2万とも伺っておりましたが、見る限り2,000か3,000ほどに伺えまするが。四国遠征が急遽決まったゆえ、急ぎ集めた歩兵だったのじゃ。父の死を知るや逃げられてしまった。なんと、そうでしたか。それゆえ何もできず10日間もぼーっと大阪におられたと。口が過ぎるぞ。これはご無礼。とはいえ信孝様が合流されたのです。この明智討伐軍の総大将は信孝様がふさわしいかと存じますが。いや、総大将は筑前でよい。わしはご詰めといた。そうは参りませぬ。信長様の三男信孝様が合流され隊長、総大将は信孝様でなければ、ここにおる同志3万5,000に対し筋が通りませぬ。わしが筑前の統率する部隊を指揮などできるわけなかろう。秀吉殿、ならば表向きの総大将は信孝様とし、全指揮権はそなたが持つであればどうじゃ。いやいや、織田家宿儺の庭様も合流なされたのです。それがしのような一部将が頭を張るわけには。わしは信孝様をお守りする役があるゆえな。それにすでに策も立てておろう。秀吉殿が仕切るのじゃ。庭様がそう申されるのであれば、不肖秀吉ではございますが、総大将代理を誠心誠意務めさせていただきます。秀吉様、豪族隊は今晩中には全て富田に到着となりまする。天王山の旗は守備よく配置を終えたとのよし。皆の者大義。よし、最後の分位じゃ。絵図を広げよう。まず、中川、高山の先行隊は、夜のうちに、西国街道の東へ進軍し、山崎を越えた先で着陣。秀長と官兵衛は、天王山に登り、敵が見渡せる地を見つけておくのじゃ。常置殿は、武力の副将を頼む。任せておけ。頼金は、加藤清正、中村和内、先に決戦地となる山崎の地へ向け動いたのは橋場秀吉であった。この日のうちに先鋒隊が富田から出陣すると、3万5,000の橋場軍は続々と山崎の地に向け動き出した。その頃、ようやく明智についてのもとに富田に橋場軍が入ったとの知らせが届いた。何？もう秀吉は富田におるのか。なんという強引な行軍なのじゃ。兵はまともに休んでおらんということか。この勢いで来られると明日には山城まで入られてしまいます。
まずは我ら天王山の部隊を先に向かわせてくだされ。あそこからなら敵の動きもつかめまする。では山の手の部隊は夜のうちに天王山へ向かうのじゃ。はは。それ以外も夜が明ける前には出陣とする。皆々の覚悟は良いが。天正10年1582年6月の13日早朝、雨が降る中、昇龍寺城を出た斎藤利光、伊勢忠興ら天王山を目指す明智別動隊は西国街道を南西に向け陰陽師川を渡った頃、異変に気づいた。伊勢殿、天王山を見よ。あれは羽柴の旗では。羽柴の切り門。まことじゃ。ざっと数百はおるぞ。くそ、先を越されたか。無理に山に攻め入っては貴重な兵を失うだけじゃ。ここは一旦戻り、陰陽師川の北で殿の指示を待とうぞ。わしは殿にこのことを知らせてまいる。頼んだ。秀吉の登り旗作戦が見事成功し、旗を見た明智先鋒隊は一旦陰陽師川北まで戻り、本隊の到着を待つことにした。その頃、明智討伐軍の先鋒を務める高山隊、中川隊は西国街道を北に進み、山崎まで来ていた。右近、今のところ明智の兵はおらんな。そのようですな。ただ、この雨で視界も悪く音も消されておりますゆえ、あまり奥までは行かず、沼地を越えた先あたりで陣を構えましょう。そういたそう。中川隊、高山隊は狭い山崎の地を抜けると、一旦陣を敷き、後続の到着を待った。その頃、昇龍寺城を出て、家の山古郡に本陣を置いた明智光秀のもとに、先発隊の伊勢忠興が駆け込んだ。明智様、すまぬ。羽柴軍に先を越されてしまった。天王山にはすでに羽柴の兵が数百は入っておるかと。何？利光らはどうしておる？むやみに攻めてはならぬと判断し、一旦陰陽師川北に部隊を引いて、明智様の下地を待っておりまする。良き判断じゃ。ならば布陣を変えねばならぬな。殿、淀川沿いに織田方の部隊を確認。おそらく池田恒興の部隊かと。いかほどじゃ。ざっと5000ほど。わかった。羽柴隊はこの天王山、そして淀川沿いに兵を置いた。これはすなわちこの山崎の地に我らをおびき寄せ、三方向から攻撃する策であろう。天王山を奪われてしまった以上、数の少ない我らが撃てる策はこの2カ所の橋におびき寄せての格好撃破。ここは陰陽師川手前に布陣としようぞ。東の橋は斎藤利光を副将とし、柴田、小牧の各隊を向かわせ、西の橋には伊勢貞興を副将に、諏訪、松田、浪川の各隊が配置につくのじゃ。よいな。こうして明智光秀からの布陣替えの命が飛ぶと、各隊は持ち場へ向かった。それから間もなく、明智討伐軍の各隊も山崎の地に続々と入り出した。天王山には羽柴秀長、黒田官兵衛ら8千、東の川沿いには池田恒興、加藤清正ら5千、先に着陣していた中川隊の後方には堀秀政隊2千、池田隊の後方には中村和内隊2千、それに続くように5詰めの織田信孝隊4千、そして羽柴秀吉は山崎の宝釈寺に本陣を張り、明智軍と対峙した。官兵衛殿、ここからなら敵の動きがよく見えるの。天王山を抑えたは大きいといえど、いかにもこちらからは敵の動きが手に取るようにつかめますが、敵からはこちらの布陣は見えますまい。故にあのように川向こうでこちらが攻めてくるのを待つしか手がないのじゃ。西国街道の橋が手薄のようにも見えるが、いや、今は動いてはなりませぬ。この決戦、先に動いた方が負けにございまする。官兵衛の思惑通り、両軍睨み合いのまま時は過ぎていった。そして午後を過ぎた頃、つなり、このままでは日が沈んでしまう。敵を挑発するぞ。挑発ですか？高山、中川の先鋒隊を東の端に向け、ゆっくり前進させよう。わざと敵に気づかれるようにじゃ。敵に気づかれるようにゆっくりと前進。それはどのような？うるさい。そのように伝えればわかる。言ってまいれ。この日のうちに決着させたい秀吉は明智隊をおびき出す動きに出た。高山右近隊、中川清秀隊の先鋒が東の端へゆっくり進軍するのを確認した伊勢忠興は、羽柴軍が動き出したぞ。敵は東の端に向かった。これは好機。敵の背後をつくぞ。川を渡り攻めかかれ。伊勢隊が東の端へ向け前進する中川隊の後方に攻めかかったことで、合戦の火蓋は切って落とされた。伊勢隊の動きにつられるように、諏訪森直隊、小牧景重隊も川を渡り、
中川隊に攻め寄せた。川を渡ってきたな。ホラ貝を鳴らせ、後続隊に知らせよいよいよ始まりましたな。はい。こちらも、ホラ貝を鳴らし、前進を伝えます。山を降りるのだが、ご覧くだされ、敵の威力が孤立しております。ここを我らが叩きましょうぞ。よし、全軍出陣じゃ。天王山に布陣していた羽柴秀長隊、黒田官兵衛隊は、下山すると松田正親隊、浪川康家隊に突撃を開始した。一方、東の橋で陣取る斎藤利光隊も合戦が始まったことを知ると、橋を渡り高山隊にぶつかった。あれは高山右近の部隊。雨で鉄砲は使えぬ。柴田隊と共にかかれば崩せようぞ。皆の者、恐れず進め。全部隊が延明寺川を渡り、敵と交戦しております。何故、川を渡ったのじゃ。一旦、引かせましょうか。いや、始まってしまっては、迂闊に戻すこともできぬ。皆の働きにかけるほかない。我らも前に出るぞ。池田様、高山隊が攻められております。我らも補正に向かいましょうぞ。よし、いよいよ出番じゃな。右翼隊は前進し、高山隊の支援に向かうとする。中川殿のホラ貝を聞いたであろう。決戦は始まった。我らも前進し、手柄を取るぞ。わしに続け。ついに各地に布陣する明智討伐隊が動き出した。明智軍も斎藤利光、伊勢忠興らが奮戦し、序盤こそ明智側有利に進んだ定数で勝る明智討伐軍に徐々に押されていく。よし、二陣まで崩した。敵は浮き足立っておる。長槍隊は敵陣中央に向け突撃せよ。いかに、誰か敵を阻止せよ。松田隊は壊滅か。我らも一旦引くぞ。撤退じゃ。ついに山手側の明智軍が総崩れとなった。秀長隊、黒田隊はその勢いのまま伊勢隊の後方へ奇襲に向かう。何後方からじゃと。逃げられぬか。伊勢貞興様、お討ち死に。貞興殿が撃たれたじゃと。ここは一旦川を渡り立て直す。引け。明智軍劣勢の状況を見た諏訪隊、小牧隊は一斉に川を渡り撤退を始めた。それを見た中川隊、堀隊は追い打ちを開始する。もはや勝負が見えた。追い打ちへ向かうぞ。川を渡る敵には矢を放て。一方、東の橋付近では、それがしは、羽柴の侍大将、加藤清正じゃ。この首が欲しい奴は、かかってまいれ。愛想も十文字槍がお相手いたす。利光殿、西から新手が迫ってきておる。ここは一旦引きましょうぞ。くそ。やはり数には勝てぬか。一旦引くぞ。撤退じゃ。ついに明智軍は総崩れとなり、川を渡って淀城へ逃げる者、本陣に向かう者、山へ逃げる者など、壊滅状態となった。明智軍総崩れとのこと。続々と延明寺川を渡り、昇龍寺城へ向け追い打ちをかけておりまする。皆の者、ようやったぞ。よし、我らも昇龍寺城に向け進軍する。支度にかかれ。はっ。伝令、伊勢貞興様、小牧景重様、松永幸香様、諏訪森直様、討ち死に。被害は甚大にございます。なんと、全部隊壊滅、または撤退。四分五裂の状況となり、斎藤利光様、柴田勝坂様、浪川康家様が、行方がつかめない状況にございます。わしの負けじゃ。天吾、わしは、ここで切腹いたす。解釈を頼むぞ。殿、まだにございます。安土城には、明智秀光様の部隊がおります。近江に戻り、次なる策を練ってくださいませ。逃げよと申すのか。間もなく、敵の追っ手が迫ってきましょう。我々がしんがりを務めますとゆえ、急ぎ坂本までお逃げくだされ。昇龍寺城で籠城ではなく、坂本城へ落ち延びよと申すか。いかにも、昇龍寺城は防衛には不向きな城。3万の羽柴軍に囲まれては数日と持ちませぬ。わかった。
では、わしは坂本城で待つ。伝言の生きて、坂本へ戻ってくるのじゃぞ。無論にございます。ささ、急いでくださいませ。後を任せた。明智光秀は、居城坂本城へ撤退することを決め、数名の友回りを連れ本陣を離れた。その後、明智討伐軍は、淀城、昇龍寺城を落とすも、明智光秀を討ち取ることはできなかった。秀吉様、こたびの戦はここまでにいたしましょう。いや、なんとしても、光秀の首が必要じゃ。おそらく、坂本川土へ落ち延びたのでございましょう。それよりも、明智の重臣を多く討ち取れたことは大きいですと。いいや、重臣よりも光秀を討たねば意味がなかろうが。丹波、京、そして近江と順に進行すれば、いずれ撃てる時が参りましょう。こたびの決戦の勝利だけでも、十分に秀吉様の名声は上がりました。信孝様もしかと見ておられましたゆえ、織田家当主に信孝様を据えれば、筆頭家老は秀吉様ですと。じゃが、逃げた先の安土城を権六が攻めて、光秀を撃ってしまったら、仇討ちの手柄が持っていかれるぞ。ならば、周辺の捜索は引き続きさせますげゆえ、ここは一旦お締めくださいませ。それもそうじゃな。稲野州の戦いぶり、まこと見事であった。謀反者、明智光秀を取り逃がしたは無念であるが、明智主力に甚大な被害を与えたは大きい。じゃが、あやつの首を上げるまで弔い合戦は続くゆえ、仇討ちが終わるまで、いや、その先も変わらずわしと共に歩もうぞ。天におわす信長様に捧げよう。勝ち時じゃ。天王山の戦いとも呼ばれる羽柴秀吉と明智光秀の戦いは、合戦が始まってわずか2時間ほどで決着がついた。それは羽柴軍が明智軍の2倍の兵数、弔い戦という士気の高さ、そして天王山を得たことでの地理的優位性も重なり、終始秀吉側が優勢であったからだと言われている。戦後の光秀の経は、通説では昇龍寺城から坂本城へ落ち延びる最中の小栗巣と呼ばれる地の藪で落ち武者狩りに遭い撃たれた、または自害したと伝わっている。しかし別の説では、名を荒深小五郎に変え生きながらえたとの伝説もある。その名を聞いてふと思い出すのが、あの有名な江戸川乱歩小説の主人公の名、明智小五郎である。この名は明智光秀と荒深小五郎を合わせた名だとも言われているのです。他にも光秀が帝より従三位中将に叙任され、征夷大将軍の宣言を受けた日から数え、3日後に山崎の戦いで負け、亡くなったことから、今日では権力を極めて短い期間のみ握ることを3日天下と呼ぶようにもなるなど、史実だけでなく、様々な分野で影響と痕跡を今に残した合戦と言えるのではないでしょうか。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。